12センチファスナーで作るラウンドポーチの作り方です。内側は裏付きになっています。使っている生地は、こちらは表がオックスで裏が綿ポリ。こちらは薄めのコットンを使っています。接着芯を貼って作っているので、ブロードやシーチングなどの薄手の生地でも大丈夫です。材料はこちらです。表布2枚、裏布2枚、接着芯2枚、すべて同じサイズで、横が13センチ、縦が11センチです。あと12センチファスナーを用意します。今回は型紙を作ったので、概要欄からダウンロードして使えます。ダウンロードできない方は製図をします。13×11 センチの紙を用意します。半分に折って、ここにカーブを描きます。角から3センチ下と真ん中をつなぐ線を描きます。コンパスがある方は半径8センチに合わせてカーブを切り取ります。表布の裏側に接着芯を貼っておきます。型紙を合わせて切り取ります。柄に上下があるときは出来上がりの模様を確認して重ねて切り取ります。型紙を半分に折って真ん中の印をつけます。ファスナーの裏側にも真ん中の印をつけます。半分に折って真ん中にちょっと見えにくいですが真ん中に印をつけました。表布にファスナーをつけます。ファスナーは裏側を上にします。真ん中の印を合わせてクリップで留めます。このように留めました。留め具のところから留め具のところまでファスナーの端を縫います。裏布と中表に合わせます。真ん中の印を合わせてクリップで留めます。縫い始めと縫い終わりは裏側へ折っておきます。最後は後で折ります。縫い目の下を縫います。布端から5ミリくらいのところです。4センチ手前ぐらいで留めて、ファスナーを裏側に折って最後まで縫います。ファスナーをちょっと引っ張り出すような感じで整えておきます。
続ファスナーは熱くなっているので注意してアイロンを当てます。反対側にもつけます。真ん中の印を合わせて同じように留めます。こちらも留め具から留め具まで縫います。裏布を合わせます。端は折り上げて留めておきます。縫い目の下を縫います。こちらも開いて整えます。ファスナーは3センチぐらい残して開いておきます。表同士裏同士を留めます。ちょっと普通のものよりカーブがあるのでこのようにちょっと立体的な感じになりますが、端を合わせて横も合わせて留めていきます。裏布の下に返し口の印をつけます。真ん中に6センチ。切り替えをずらしたくないときは先に切り替えだけ縫っておきます。位置を確認して切り替えのところが縫いにくかったら少し下でも良いので縫い留めておきます。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。この切り替えのところは少し横に広げるようにして縫います。金具を縫わないように手前で一度留めます。1センチ縫い代がないときはここは7ミリぐらいでも大丈夫です。手で触ってみて金具の横くらいまで縫います。ここから手回しでミシンを回して方向転換します。越えてからまた縫います。こちらも同じように広げて留め具の手前まで縫います。ミシンは手で動かしてファスナーを越えたらまたミシンで縫います。そこに4センチのまちを作ります。縫い目から内側に 2×2 センチの四角を描いてガイドにします。別に四角を描かなくても普通に真ん中から2センチずつのまちを作っても良いです。縫い代を開いて4センチのまちを縫います。
裏布は見えないので四角は描かずに、このように真ん中にまち針を刺して、端から2センチのところをガイドを見て縫っています。縫い代から1センチ弱のところを切り取ります。返し口から表に返します。返し口のところを横に引くようにして端ミシンをかけておきます。内側に入れてアイロンで整えたら出来上がりです。